可愛いです。目まで大きくなった気がします。ちょっとしたお知らせがありまして、レイテノールでは高度医療機器管理者っていう資格を取ったんですね。それでうちの店でもセレクトショップ的にカラコンを取り扱うことができるようになったんですよ。私最近ね、カラコンってね、ちょっとこの年にしてですよ、もうすぐ60目前にしてそんなこと言ってるわけです。カラコンするとね、ちょっと今日も買ってきてみたんですけど、私たちみたいな年齢でもね、ちょっと違う自分になれたりとか、華やかになったりとか、気分が上がるとかさ、メイクが楽しくなるとか、なんかそういうことあるじゃないですか。どんどん今やね、小学生でもカラコンを使う時代になってきてて、みんながそうやって楽しんでるから、私たちの世代では正直馴染みはないんだけど、でもちょっとやりそうだなって思ったらさ、みんなで一緒にちょっとカラコン使って楽しんでみませんかっていう、そういうご提案なんですよね。私なんかも世代的にはもうハードコンタクトレンズ世代なんですね。でも最近のメイク動画でもね、カラコンつけてみたりとかして、わーってすごいめっちゃウキウキしてですね、楽しいんですよね。カラコン初心者さんのために今日はカラコンを選ぶ時のポイントっていうのがね、あるんです。絶対に押さえておいてほしい、チェックするべき項目が4つあるんですね。それをお伝えしていきたいと思います。そして実際にね、これ今日ちょっと選んできてみてもらったカラコンがあって、今これ私今裸眼じゃないですか。一つ一つつけてみて、こんな感じだよっていうのをお伝えしていこうかなって思います。まずカラコン選ぶ時のポイントのうちの一番大事なもの、一つ目ですね。 DIA っていうところ、裏にねいろいろね書いてあります。ドンキとか行ってさ見ると、もう何が何だかちょっと量が多すぎて種類が多すぎてわからないじゃないですか。その時にね、必ず同じルールに沿って書いてある数字っていうのがあります。 DIA、 レンズの直径、レンズ直径って言われるもので、 14.0 から 14.5 がだいたい売られてるものの平均なんですけれども、これがね数が大きくなっていくと 14.5 に近づいてくると、単純に目の表面をレンズが覆う面積が多くなってきますよね。そうなるとどうなるかっていうと、酸欠になるんですね。私なんかもどうして今までソフトレンズ使っちゃダメだってお医者さんから言われてたかっていうと、黒目が酸欠になりやすいタイプで、酸欠をねするとどうなるかっていうと、白目からこう毛細血管が黒目の中に酸素を求めて入り込んでくる、これ新生血管っていうんですけど、そうなってくるとこの先後々厄介だよって、新生血管になるとできるだけ目を酸欠にしないようにっていう風に言われて、私はずっとハードレンズだったんですね。でもレンズの直径が小さければ 14.0 とかでね、小さい方だったらさほどでもないので、選ぶ時にそういうのちょっと注意してみてくださいね。はい、そして2番目、着色直径っていうものがあります。これはこの着色、色がついてる、カラコンの色がついてるところの端から端までの直径のことです。それが大きくなればなるほど黒目が大きく見えるっていうことですね。日本人の黒目の直径っていうのは、皆さん平均で若くても年を取っててもですね、11ミリから12ミリが黒目の直径の平均だそうです。ですので、この12ミリよりどれだけ大きいかっていうことで黒目の大きさが決まってくる。大きければ大きいほど派手な目になりますよね。バーンと黒目になってお人形のような目っていうかね。で、そこまで盛らなくても自然にちょびっとだけ黒目を大きくしたいっていうんだったら、一番自然だって言われてるのは13ミリ以下、12. 点何ミリとかね、本当に 0. 点何ミリ分だけ黒目が大きくなる感じ。そこそこ普通に盛れるよっていう範囲が13ミリから 13.6 ミリ。これが普通にそこそこ盛れるよって、一番自然に盛れるよっていう大きさだそうです。そしてその 13.6 とか14ミリなんかを超えてくると、かなり黒目が大きくなってくる、黒目がちな目になってくるっていうことですよね。そして3番目、これは BC って言われてるものは、これはベースカーブっていうものなんですけど、このベースカーブは目のこうカーブですよね、眼球の。それも人によってちょっとした誤差はあるらしいんですけれども、大体は売ってるものの平均大体 8.6 ってなってます。プラスマイナス 0.2 ミリぐらいで、最初はねいきなり自己判断で選ばない方がいいんですね。初めは必ず眼科で自分の度数だったりとかベースカーブだったりっていうのを必ず見てもらった方がいい。それからは私たちみたいなセレクトショップでも買うことができるんですけど、このベースカーブがね自分の目に合ってないと、例えば自分の目のカーブよりもちょっとだけきつかったりすると、目が非常に圧迫
感がある。疲れるんですね。非常に疲れる。なんかこうすごく眼球が締め付けられているような感じ。じゃあ逆に大きかったらどうかっていうと、ずれるとかですね、そういうことが起きてきます。ずれて変なとこ行っちゃうとか、やっぱりちゃんとお医者さんで調べてもらって、自分のカーブをどのぐらい 8.6 なのか 8.5 なのか、そこから大きく逸脱しないプラスマイナス 0.2 以内に留めていく、そういう選び方が大事だっていうことです。こう気をつけてくださいね。次4番目です。含水率っていう風に言われているもの。コンタクトレンズがどれだけ水を含むかっていう指標になります。 50% 以上だと高含水レンズ、 50% 以下だと低含水レンズっていう風に言われてます。高含水レンズっていうのはね、読んで字のごとくこのレンズにたっぷり水を含んでいるっていうことですよね。つけ心地がプルプルうるうるですごく使いやすいんです。ただデメリットもあるんです。つけた時はいいけど、長時間つけてるとどうしても水分を含んでいるっていうものはさ、蒸発してきます、だんだんと。そうするとね、レンズ自体がお水をたっぷり含むっていう性質なだけに、長時間つけているタイプの人だとレンズが少しずつ乾いてくると目から水分を奪ってしまうらしいんですね。目から水分を奪ってレンズに溜めようとするっていうドライアイになりやすかったりするんです。こういう場合はどういう人に向いてるかっていうと、まず短時間しか使わない初心者さん向け。入れてもうるうるしてるから全然痛くないし違和感がない。でも長時間使わない、ちょっとだけ使うっていう、短時間しか使わないっていう初心者さんに向いています。それが高含水レンズの特徴。そして低含水レンズはじゃあどうかっていうと、つけた瞬間は高含水レンズよりはうるうるプルプル感が少ない、いわゆることレンズを入れたっていう感触はある。痛くはないんですよ。ハードレンズみたいにゴロゴロしたりはしないんですけど、でもそれでもやっぱりちょっと硬さを感じるんですね。ただ、長時間つけてても目から水分を奪わないのでドライアイになりにくいっていうのがあります。なのでこれはドライアイの人とか長時間使うタイプのですね、あとコンタクトレンズの装着に慣れてる人、そういう方に向いています。自分の目のタイプとレンズの特徴を見極めた上でどっちにしようかなっていう、もしくは同じ度数でどっちか買ってみて自分に合う方とかを選んでみてもいいですよね。そういう感じで選んでみてください。今日はですね、うちの娘に聞いておきましたですよ。流行ってるらしいちょっと3種類のレンズをちょっと選んでみました。一つは、これが一番ちっちゃいタイプの黒目がそんなに大きくならない、派手じゃないっていうのかな。ナチュラルモリ、ナチュモリさんのレンズ、フェリアモの、カプチーノっていう色ですね。で、こちらが一番最初に使ってみようと思います。そして次にですね、こちらです。着色直径が 13.4 で、これで俗に言うね、かよこの間では橋本環奈ちゃんの目になれるって言われているレンズだそうです。可愛いですよね。程よく盛れるっていうレンズになってます。トパーズのデートトパーズっていう色味になってます。こちらもね、ワンデーでね、使ってみたいと思います。最後に、めっちゃ黒目が大きくなる。こちらですね。最後はこちら。着色直径 13.8。結構盛るタイプですよね。黒目が大きくなるマジェットのミスティベージュっていう色味です。じゃあ最後に、この一番盛れるやつを使ってみたいと思います。それでは、一番ナチュラル盛りからいってみますよ。こんな感じぐらい。こんな感じ。これは結構ね、縁があるタイプなんですね。で、なんかね、聞いたところによると、縁がくっきりとあるタイプっていうのと、縁がぼやけている、色はついてるんだけど縁がぼやけてるタイプっていうのがあるのね。縁がきっちりある方が白目と黒目の境がくっきりするから、より華やかな感じ。このくっきりとその縁がついてない、ふわ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 となってる方が、いわゆるとろみ色みたいな感じで、とろみアイズみたいな感じ、ナチュラルな感じに盛れるみたいです。じゃあやってみますよ。入れてみます。こんな感じ。ナチュモリでも結構盛れる。はい、こんな感じ。
です。これでもナチュモリだよ。すごいなんか可愛い気がする。はい、じゃあ今つけたこれがフェリアモのカプチーノっていう、これがそうですね、ちょっとしか黒目が大きくなってないで、ちょっと茶色く見える。今日選んだのは DIA が 14.2、 そして着色直径が 13.0、 そして DC ベースカーブは 8.6、 含水率は 55%、 要するに高含水レンズです。うるうるでもつけてないみたいな風な、めっちゃナチュラルなっていうかな、レンズが入ってないみたいにプルプルな感じです。ただ長時間つけてると乾燥しちゃうタイプなので、本当にお家帰ってきたらすぐ外す、ランチの間だけとかお出かけの間だけっていうんだったらいいかなっていう風に思います。次 13.4 のカンナちゃんレンズ入れてみます。かわいい。ただやっぱり少しさっきのよりは硬さを確かに感じます。色素薄い系な感じがする。確かに橋本環奈ちゃんになった感じがする。だってずうずうしいこと言っちゃった。うるっとした瞳、かわいいです。目まで大きくなった気がします。これはですね、レイトトパーズっていうオイルなんですけど、 DIA 直径が 14.2、 着色直径が 13.4、 そしてベースカーブ 8.6、 そして含水率がこれはね、低含水レンズで 38% です。で UV カット処理済みみたいな感じで UV カット加工がついてる。こちらはだからさっきよりもちょっとね、コンタクトをしてるっぽい感じはします。少し硬い感じがする。痛くはないです。全然痛くはないけれども、そういう感じ。低含水レンズと高含水レンズって違うんだなっていうのが分かります。ただ長時間つけててもそんなにドライアイにならないっていうことですよね。すごい可愛いです。これめっちゃ可愛いと思う。私たちの年齢でも橋本環奈ちゃんレンズ大丈夫で、これうちの通販サイトでも、レイテノールの通販サイトでもこのレンズ取り扱います。先ほどのフェリアモも取り扱います。ご興味のある方ぜひぜひ。可愛いです。メイクするような気持ちでやってみてもいいかもしれない。で度がないレンズっていうのもあるからね、絶対に目が悪い人だけのものではないっていうね、今はぜひやってみてください。じゃあ最後にちょっとドキドキですけど、一番黒目が大きくなると言われている着色直径が 13.8 のレンズを入れてみたいと思います。これね、なんか外すのがもったいないぐらい可愛いです。はっきりめの縁がくっきりとついております。見えるかな。縁がしっかりついているタイプです。わーお、これも可愛い。超漏れるタイプ。これ白目と黒目の境目がはっきりくっきりする感じです。 DIA が 14.5、 結構大きいですよね。レンズ自体の大きさも大きいです。から着色直径は 13.8、 DC ベースカーブ 8.6、 含水率が 38.5% です。低含水レンズ、 UV 効果ありです。縁がかっちりと結構しっかりめに縁がついています。白目と黒目の境がはっきりしていて、でもすごいこれはこれで可愛いです。ただ低含水レンズと高含水レンズって入れた瞬間分かります。やっぱり高含水レンズの方はお水をたっぷり含んでるからかしれないけど、もううるうるでつけてないみたいな感じ。全然痛くない。低含水の方は慣れないと少しゴロゴロするかもしれないですよね。存在感が目の中に入ってる感が確かにあるなっていう気はします。でもこのレンズも可愛いですよね。もう全然こういうのさ、皆さんどんどんやっちゃってメイクをするかのように、私たちもカラコン使いこなせるようにぜひなりたいですよね。面白いかもしれないです。毎日のことじゃないにしても、なんか時々気分を変えたい時とか、お出かけの時とか、なんかちょっとやってみるのもいいかなって思いました。うちの店でもですね、私たちに向きそうなカラコンをセレクトして揃えておきますので、ぜひご利用になってみてください。楽しいですよね、結構。というわけで今日はこの辺で、今日使ったものの中で私の一番のお気に入りは橋本環奈ちゃんになれるカラコンこれ可愛かった。めっちゃ可愛かった。色が可愛かった。はい、というわけで今日はこの辺で。では皆さん、春は楽しくメイクして過ごしましょう。はい、それでは皆さん、レイテノールオリジナル開発商品の第2弾、ノーズシャインの毛穴パックが発売が開始されます。クラウドファンディング4月からまたやります。概要欄の方からぜひチェックしてみてくださいね。クラウドファンディングをフォローしていただくと、レイテノールから最新情報が届きます。ぜひフォローしてください。お待ちしています。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。
最新の動画をご覧になりたい方は、チャンネル登録をして、隣のベルマークを押すと、新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。